アクセスチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。イメージコンサルタントの二上由美子です。本日は、骨格診断を作った私二上由美子が本当に似合う、バッグの選び方を骨格診断をもとにお伝えしていきたいと思います。骨格診断という言葉を聞いたことのある方も多いのではないかと思いますが、初めてという方に向けてまずどんなものなのかを簡単にお話ししたいと思います。骨格診断というのは3つですね。ストレートタイプ、ウェーブタイプ、ナチュラルタイプ、すべての人をたった3つの、グループに分けるというものです。なので細かくこういうものじゃなきゃいけないとかそういうわけではなくて、自分の似合う傾向の大原則というかベースとなる部分を知るというふうに考えていただくといいと思います。バッグも、正直やはり似合う似合わないはあります。実際着るものに比べると個人的にはもう少し似合うよりも好きで選んでいいものだとは思っているんですが、やはりこれとこれと迷った時などにだったら似合う方にしようかなとか、そんな感じで利用していただくといいんじゃないかなと思います。それでは、骨格タイプ別の似合うバッグのご紹介の前に、まだ自分のタイプを知らないという方のために簡単なセルフチェックをお伝えしたいと思います。はい、それではセルフチェック、1つ目のポイントは手です。骨格タイプは結構手に特徴が出やすいです。まずストレートタイプの方は体の大きさに対して手が小さいです。結構可愛らしい手をされている方が多いです。ウェーブタイプの方はあまり特別目立った特徴がないというのが特徴です。ナチュラルタイプの方は手が大きい、または結構ですね、手首から先の存在感があります。結構遠くから見たりすると分かりやすいんですが、まっすぐ立って手を自然に下ろしていただいた時に手首から先の存在感が結構大きかったりします。そして、2つ目ですね、指の、関節です。骨格タイプは骨とか筋肉のつき方などに特徴が出やすいです。で、手はですね、骨とか関節の占める割合が大きいので、顕著に出やすいのですが、まずストレートタイプの方というのは骨や関節が小さい、骨が細い方が多いです。なので指の関節、こういったところも小さいですし、この部分ですねも小さい。そして手の甲のこの細い骨がこう見えると思うんですが、そういうものも目立ちません。なので手の甲が結構つるんと骨張った感じがなく、つるんとしている手の方が多いですね。そしてウェーブの方は特別関節や骨が大きいわけでも小さいわけでもないので、平均的な手をしています。特徴としては薄いんですね。手のひらが横から見た時に薄っぺらい、触ると薄いなっていう感じる方がウェーブタイプの方の特徴です。そしてナチュラルタイプの方は関節が大きい、手の甲の骨もしっかりくっきり出るので、ちょっと離れたところから見るとかっこいい、彫刻っぽいですね、かっこいい手をしている方が多いです。そして3つ目のポイントは鎖骨です。鎖骨も同じく骨なので、もうご想像できているかと思いますが、ストレートタイプの方は鎖骨も小さかったり細かったりするので、人によってはほとんど見えないとか、見える方でも内側の方は見えるんだけど外側の方は見えなくなっていくような、方が多いです。そして、ウェーブタイプの方は鎖骨は意外と目立つんです。目立つんですが、鎖骨自体が特別大きいわけではないので、細い鎖骨が、意外とくっきり見えるというようなタイプの方が多いです。ナチュラルの方はしっかりくっきりこちらの方まできれいに鎖骨が見える方が多いです。次に膝です。膝なんですが、まずストレートタイプの方は膝の骨も小さい、さらに膝の高さがですね、身長の全体のバランスの比率からして結構膝の位置が上の方にあるんですね。日本人にしては結構膝下が長いというそういう特徴があるんですけれども、膝のお皿が小さくて目立たないので、膝から足首に向けてスッと細くなっていくような骨っぽさがほとんどない。そして体の大きさに対してバランス的に細いなっていう印象がある足をしている方も多いです。
ウェーブの方は膝のお皿自体は大きくはない平均的なサイズなんですが、少しですね前にポコッと出ているという特徴があります。なのでまっすぐ立っているのに触った時にちょっと丸く前に出ているなという方はウェーブである可能性が高いです。そしてナチュラルの方はやはり骨なので膝のお皿も大きいです。膝下のすねの骨も意外と目立ちます。そのままアキレス腱もすごく目立つので、後ろから見ると結構セクシーな足首をしている方が多かったりします。そして、足首から先のフットの部分の足ですね、そちらも特徴が出やすいです。ストレートタイプの方は身長に対して靴のサイズがちょっと小さめだったりする方が多いです。ウェーブの方は、サイズ感は、身長とちょうどバランスが取れた平均的な大きさの方が多いです。ナチュラルの方は身長に対して靴のサイズが少し大きめの方が多かったりします。それ以外にも特徴があるんですが、ストレートの方は甲が高い方が多いです。しっかり足首のですね、ここに高さがある、そして幅は比較的狭めの方が多いです。ウェーブの方はすごく甲が低い方が多いんですね。結構ペタッとしたような、足をしているので、ヒールが高い靴を履いた時に前に滑りやすかったりして足が痛くなりやすい方が多いかなという気はします。幅はちょっと広めの方が多いです。そしてナチュラルの方は甲の高さは平均的なんですが、甲のですねここの骨もしっかり出ていたり、あと足の指も長いという方が多いです。そしてくるぶしの骨も結構目立ちます。もう一つ、苦手なお洋服で自分の骨格タイプを推し量るという方法もあります。ストレートタイプの方はメリハリ体型なんですね。でこの辺りはしっかり厚みがあって、その後キュッと締まるメリハリのある体つきをしている方が多いんですけれども、チュニックのようなものを着てしまうと、ここのデコルテの厚さだけを拾って、その先またキュッと締まっているところを隠してしまうんですね。そうすると目の錯覚でちょっと太って見えてしまうということがあります。それに当てはまるなと思う方はストレートである可能性が高いです。逆にウェーブの方というのはデコルテのところがとても薄いんですね。そして横から見た時の体の凹凸感は比較的なだらかなんです。ということはここの薄さだけを拾ってその先隠すので、チュニックのようなものを着て着痩せするのはウェーブタイプの方が多いです。ナチュラルの方は着太りも着痩せもしませんが、そうチュニックのようなダボっとしたようなお洋服は得意なんですね。でここでチュニック着て着太りもしないし似合ってるなとなった場合は、大きめのシャツですね、ビッグシルエットのシャツしばらく流行っていたと思うんですが、大きなシャツを着て決まるのがナチュラルで、ちょっと着られちゃってる気がしてどうしてもかっこよく様にならない方がウェーブです。これで判断していただくといいと思います。そして最後、ヘアスタイルです。得意なヘアスタイル、苦手なヘアスタイル、かなり骨格タイプの影響が大きいです。まずストレートタイプの方は無造作とか遅れ毛とかちょっときちっとしていないものが苦手なんですね。なので可愛く作ろうと思って出した遅れ毛もなんとなくやっぱり綺麗にしまいたくなってしまうってストレートタイプの方は大体皆さんおっしゃるんですけれども、やはりきちんとしたスタイルの方が自分は似合うな、無造作な感じを作ると少しボサボサ感が出るなという方はストレートタイプの可能性が高いです。そして、ウェーブタイプの方は逆に例えばオールバックでひっつめてしまうとか、ピタッとシックにまとめてしまうとちょっと地味な感じがしてしまう。例えばお顔立ちはとっても華やかだったりして、首から上だけで見てると似合わないことはないんだけど、やはり大体このぐらいですね、引きで見るとやっぱり寂しい地味な印象になるな、なんかやっぱりフルアップよりもハーフアップの方がいいとか、遅れ毛がたくさん欲しくなるとか、そういう方はウェーブタイプの可能性が高いです。ナチュラルの方はシンプルにまとめても、ダウンにしてもどちらも似合います。なのでその差が感じられないという方はナチュラルタイプの可能性が高いです。いかがでしたでしょうか。当てはまるものが多いなというところが自分の骨格タイプである可能性が高いと思います。それでは骨格ストレートタイプの方にお似合いになるハンドバッグのご説明からしたいと思います。
まずこちらに、2つ置いていただいているんですが、ハンドバッグの選び方は小さすぎないというのがポイントです。ハンドバッグと言える範囲であれば比較的大きめのものを選んだ方がいいかなと思うんですね。あともう一つのポイントはマチがしっかりあって、置いた時に必ずちゃんと自立する、そういうものを選んでください。で、素材はちゃんとですね、レザーに見えるものがいいです。必ず本物でなくてはいけないということはないんですが、レザーまたはレザー調のもので、こちらのように表面がですねキャビアっぽいというんですかね、ザラザラしているものも似合いますし、つるんとしたものも似合います。ただやたら光るテカテカしたエナメルはどちらかというと避けた方がいいかなと思います。もう一つですね、ストレートタイプの方はクラス感があって正統派なものが似合うんです。なのでちょっと変わってるねっていうデザインとか面白いねっていうものよりもずっと使っていけるようなものが、得意です。で、例えばこちらもちょっとね形も横から見ると三角になっていて可愛らしい形なんですが、とはいえやはりノーブルとかクラス感っていうのを感じると思うんですね。そういう基準で選んでください。金具のこういったオーソドックスで高見えするような高級感のあるアイテムというのも得意です。こちらですね、開けると中がちょっとピンク色になっているんですね。オーソドックスなものだとつまらないから、ちょっと遊び心のあるものが好きなんだっていう方はそういう感じで遊んでいただくといいんじゃないかなと思います。続いてショルダーバッグです。ショルダーバッグもね、引き続き人気だと思います。トレンドって無視するとやっぱりちょっと不自然なので、その時代のトレンドを基準にして、ストレートタイプは少し標準に寄せていきたいということは、つまり最近だと小さいショルダーバッグが人気なので、小さいバッグと言われるサイズの中でも少し大きめというのかな。なのでものすごく大きいバッグがトレンドの時はその範疇の中でちょっと小さめを選ぶとか、なるべくスタンダードに少し近づいたぐらいが似合うんだと覚えておくといいと思います。こちらもミニバッグの部類に入ると思うんですが、その中ではある程度大きさもあると思うんですね。本当にこのオーソドックスでずっと使っていけるようなものが似合います。で、モノグラムというのもお似合いポイントで、こういう金具の部分がしっかり存在感があるというのもお似合いポイントです。ちゃんとですね、ショルダーの部分もレザーになっていて、太さも細すぎず太すぎずのスタンダードですね。こちらはもうストレートタイプの方は確実に似合うタイプです。もう一つですね、最近人気の箱型のバッグありますよね。このような本当に長方形のお弁当箱のようなんですね。箱型、最近人気だと思います。この長方形の箱型というのはもともとストレートタイプの方はすごく得意なんですね。なのでちょっと遊び心があるんですが、ストレートタイプに似合うというものなので今人気なのでね、お好きな方はぜひね持っていただくといいんじゃないかなと思います。で、このショルダーの部分も少しこのスポーティーな、これも人気ですよね。このアイテムも実はストレートタイプ似合うんですね。ストレートタイプの方はカジュアルが苦手という誤解があるんですが、スポーティーなものは得意なんです。スポーツのアイテムにありがちなショルダーですねはもともと得意なので、お好きな方はぜひ取り入れていただくといいと思います。そして最後にトートバッグです。荷物たくさん持つ日ももちろんあると思いますので、たくさん入るバッグですね。ストレートの方はオーソドックスなものがいいというのと、もう一つシンプルなものが似合うんです。そしてシンプルなこの表側のスムース素材ですねが得意なんですね。こちら結構表面がつるんとしていて、とてもシンプルだと思います。こういうシンプルなものを持って全く地味にならず、むしろシックでかっこいいってなるのがストレートタイプの方の特徴です。こういったところにちょっと可愛いアクセントがあったりするぐらいの、シンプルなもので、やはりマチがあって置いた時にしっかり自立します。そういうものを選んでください。そしてもう一つ、今年人気のこの形たくさん見かけますよね。で、こちらは自立もできませんし、決してオーソドックな形ではもちろんないと思うんですね。ただいろんな条件からストレートタイプの方に似合うので、トレンドのバッグとして気になってた方は自信を持って選んで大丈夫です。やはりその表面つぶつぶとしたタイプですがレザー調のもので、そして結構鋭角な直線が見えるんですね。骨格ストレートタイプの
名前をつけた理由というのが直線的なものが似合うからなんです。ヘアスタイルもストレートが似合ったりとか、お洋服でもV ゾーンがしっかりあるものが似合うとか、直線的なものが似合うというところでつけた名前なんですが、バッグも同じなので、こちらはお好きな方はぜひ持っていただくといいんじゃないかなと思います。それではウェーブタイプの方に似合うハンドバッグの説明をしたいと思います。ウェーブタイプの方は小さめが似合うんです。なので小さめバッグがトレンドの時はもう振り切って小さくていいです。で、大きなものが流行ったらその中でちょっと小さめとか素材軽めとかそういうものを選ぶと似合いやすいです。でこちらですね、2つとも可愛いバッグがありますが、まずこちらちょっと自立するのは難しい、ストレートの方と逆でウェーブの方はそんなに自立しにくいものの方がいいんですね。で、マチも薄いです。全体的に曲線的です。ウェーブタイプという名前を付けた理由は、ヘアスタイルでもファッションでも小物でも曲線的なものが似合うからなんですね。このように自立できなくてマチが薄くて、そして曲線的なものを選んでください。そしてシンプルが実は苦手なんです。シンプルシックでかっこよく決めたいと思うとちょっと地味ってなってしまいがちなのがウェーブさんなので、こういう大きなロゴが入っているとか、何かプラスアルファの飾りがついているとか、そういうものを選ぶと似合いやすいです。そしてもう一つこちらですね。こちらはですね、ちょっとちゃんと自立できるんですけれども、ウェーブの方が似合うもので、バニティとか自立はできるんだけど、ちょっと一般的な形ではなくてちょっと変わった、これちょっとバケツ型っぽいですね、形のものだと自立してても似合うものがあります。こちらもでもすごく曲線的だったり、ちょっとバケツにしては小さいタイプだったりと、ウェーブの方のお似合いポイントは、結構入っているんですね。ポイントとして丸っこくて小さくてちょっと変わったデザインというのを選んでいただくといいと思います。続いて骨格ウェーブタイプの方にお似合いの、ショルダーバッグをご紹介したいと思います。こちらのですね、斜め掛けするタイプのものですね。このチェーンの部分がシンプルが苦手なウェーブタイプの方にはすごく救世主的に似合うんですね。華やかになってくれるので、チェーンのものが苦手な骨格タイプの方はいませんので、他の骨格タイプの方も全然問題はないんですが、ウェーブの方はすごく力強い味方になってくれると思います。でもほとんどお財布サイズなんですけれども、そのくらい小さい薄いものがウェーブの方は得意です。はい、続いてこちらなんですけれども、こちらもチェーン使いがウェーブの方に華やかさをプラスしてくれて、とっても力強い味方だと思います。そして表面の部分もとっても柔らかくて、キルティングがもともと得意なんですね。これ一般的なキルティングの形ではないんですが、同じようにフラットのものよりもこういった縫い目があるものの方が似合います。マチも薄いですし、とても柔らかい、軽い素材というのもお似合いポイントです。続いて、骨格ウェーブタイプの方にお似合いになるトートバッグです。トートバッグでもこういう小さいもの、これで幼児的に問題なければこのぐらい小さいものの方がやっぱり得意なんですね。こちらなんでしょう、デザインとしてはこのままもっと大きいのかなっていうものがキュッとコンパクトになったようなデザインなので、このあたりもとても華やかでウェーブの方とても似合うと思います。ショルダーもですね、少し細いんですね。でステッチも入っていて、華やかに見えるのでとてもおすすめです。とは言ってもたくさん荷物がある日ももちろんあると思います。ある程度大きさが必要な時ですね。こちらです。こういったタイプのもの今年多いですけれども、その中ではちょっと小ぶりかなというところと、ロゴがダブルで入っていたりステッチが入っていたり、とにかくシンプルが苦手なウェーブさんにはこのくらい華やかなものの方がいいです。それでは骨格ナチュラルタイプの方にお似合いのハンドバッグをご説明したいと思います。ナチュラルタイプの方は大きなバッグが得意というのはご存知の方も結構多いのかなと思うんですが、小さいバッグを持ちたい日もあると思います。そんな時にはですね、強い味方が巾着タイプなんですね。ナチュラルの方は何でしょう、あまり形がキメキメのものよりも袋状のような形がはっきりしていないようなものが得意なんです。で、こういうなんでしょうね、シワが寄るようなものも得意なので、巾着型のバッグは大体似合うと思ってて大丈夫です。
こちらはですねちゃんと町もあるので意外と量も入るんじゃないかなと思うんですが、こういうタイプのものを探していただくといいと思います。そしてもう一つこちらですね、大きなトートバッグをそのまま小さくしたようなデザインかと思いますが可愛いですね。ナチュラルタイプの方はキャンバス地がとっても得意なんですね。なのでキャンバス地を使っていれば大体似合わないものはないと思ってていいと思います。ナチュラルの方はファッションもそうなんですが、すごく苦手なものというのが少ないという得なタイプでもあります。なので箱型にはなっていますけれども、こちらのですねショルダーも太いですし、素材も合っているので自信を持って持っていただくといいと思います。続いて骨格ナチュラルタイプの方にお似合いになるショルダーバッグです。こちらまた巾着タイプが出てきましたけれども、ナチュラルの方は巾着タイプは得意なので、迷ったら巾着お好きでしたら選んでいただくといいと思います。これも結構ですね、底を見るとわかるんですが、大きさは何でしょうね、ショルダーバッグと言いつつ結構ですね意外と物が入ります。ナチュラルの方は体積が大きいものが似合うので、こちらはすごく可愛く持てると思います。そしてもう一つですね、こちらもう少しエレガントな感じのものを持ちたい日もあると思うんですが、こちらのナチュラルタイプのお似合いポイントなんですが、まずこの素材感なんですね。この素材が一般的なレザーのちょっとキャビアっぽいものよりも少し粗いんですね。こちらのストレートタイプに似合う、素材感と見比べていただくと分かりやすいと思うんですが、きめの細かさが違うと思います。このくらいちょっと荒々しさがあるものが得意なので、そういうものを選んでいただくといいと思います。やはりこちらもですね結構太さがあってしっかりしていて、ナチュラルの方はそういった点も得意です。そして最後に骨格ナチュラルタイプにお似合いになるトートバッグです。まずこちらですね、最近こういうタイプも人気ですよね。本当に何でしょう、あっさりしているというかさっぱりした感じの、作りのもの、シンプルですよね。なんですがこういうあっさりしたものをさっと持っていてすごく決まるのがナチュラルタイプの方なんです。とてもおしゃれっていう感じがすると思います。でこちらデニム素材なんですが、デニム素材というのはナチュラルタイプとストレートタイプも似合うものなんですね。ただこれだけあっさりしたものになるとデザイン的にはやはりナチュラルの方の方が似合います。そしてもう一つ、こちらも今かなりたくさん各ブランドから出てるタイプなのかなと思いますが人気ですね。たくさん入って便利なんですけれども、やはりキャンバス地得意です。もう一つ大きなバッグが得意です。なので日頃ですね荷物多い方は今トレンドなどでナチュラルの方は一つ持っておくと大体似合いますし便利でいいんじゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。ストレートタイプはオーソドックスでクラス感のある、高級感のあるもの、そしてウェーブの方はアクセサリー感覚でプラス足し算になるもの、そしてナチュラルタイプは大きいとか巾着とか形が定まっていないようなものを選ぶというところを、ポイントにしていただくといいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひあなたに似合うバッグを見つけてみてください。ここで宣伝をさせてください。骨格診断ってなんか面白そうだななんて思っていただけましたら、実はですね骨格診断アドバイザー検定というものがあります。すべてオンラインで試験ができるんですけれども、なんと3級に関してはいつでもどこでも1年365日24時間スマホからでもパソコンからでもいつでも受験ができます。最近はですね勉強して挑むというよりも自分ってどのくらい骨格診断のこと知ってるのかなっていう腕試しぐらいの感覚で挑んでいただいてもいいかなと思います。受験料もとても安いです。2級から先は全国にあるテストセンターに行って試験を受けるという形になります。3級は本当に興味本位で受けていただいても面白いと思います。すぐに合否が出て、そして合格するとちゃんと自宅に合格証書が届きます。ぜひ試してみてください。